本日はこういったコメントをいただきまして、こちらに関してですね、対応したトラップのご紹介となります。はいどうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はこういったコメントをいただきまして、こちらに関してですね、対応したトラップのご紹介となります。本日メインはこちら、ハープンランチャーとネットダウンになります。本日流れとしてはこういった形になっております。まずはこちらのハープンランチャーとネットダウンについてのご紹介。そこからトラップに関してのいくつかの考え方というか作り方みたいなものになります。最後に実際ですね、いくつかのパターンで実践を行っていこうかと思っております。結構ですね、ネットダウン必要レベル43からにはなるんですが、誘導せずに使えるものになっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まずこちらネットダウンについてのご紹介となります。以前ですね、チュートリアルのテイム編のところで簡単にご紹介はさせていただいているんですけども、今回メインとなりますので、もう少し詳しくご紹介させていただこうかと思います。まずネットダウン固定に関してなんですが、こちら1分間拘束することができまして、その後クールタイムがあります。現在ちょっとバージョンアップによって時間が伸びてまして、初期は10秒だったんですが、今現在クールタイムは30秒となっております。一応、テイム恐竜に関して間違って拘束してしまったりした場合に関しては、刃物ですね、斧であったり、剣、槍、鎌、あとテックソードに関して3回ぐらい切りつけていただけると拘束を外すことができます。トラバサミみたいに外せないっていうことはないのでご安心いただければと思います。次に通常ですね、こう見ていると青いレティクルが出てます。これは何も対象を選んでいない状態ですね。このように拘束ができるタイプのものにレティクルがあった場合に関してはこのように緑色になります。このように大きなものですね、捉えられないものをレティクル合わせた場合はこのように赤くなります。捉えれるか捉えれないか、このレティクルの色でわかります。このように拘束したり、あとクールタイム中のものに関しては黄色で表示されることになります。拘束できる恐竜ですね。こちらが一覧になっております。結構捉えれる部分があるので細かくなってますんで、またこれは Twitter の方で共有させていただきますので、そちらで直接ご確認いただければと思います。で、逆に使えない恐竜ってどういったものかっていうと、先ほど見ていただいた通り大きい恐竜ですね。レックス以上のものに関しては捉えることができません。一応ドラッグウェイトっていうのがあって500以上のものっていうことになるんですが、パッとわからないと思うので、レックス以上の大型生物は無理だと思っていただければと思います。ケツは大きいんですけど一応使います。あと初期は使えたんですが、今現在はアルファの恐竜ですね。レックスはもともと無理なんですが、ラプトルであったりカルノに関しても通常はできますが、アルファ種のものに関しては効果がないようになっております。あと水中での利用がハープンランチャー、通常は水中の順になっているんですが、ネット弾装着した場合は初期は使えたんですが、今は一応バージョンアップ上使えないということになってます。たださっきちょっと試してみたんですけど、使えたのでローカル上のものなのかバグなのかわからないですが、ただネット弾発射ができないだけでですね、効果はありそうなので、麻酔弾と一緒ですね。足がつくところで打っていただければ、おそらく拘束自体はできるかと思われます。ちょっと普通に使えたので、この辺が公式でどうなるかっていうのはお分かりになる人コメントいただければと
思います。一応パッチ上は水中使えないっていう仕様になってます。あと使用上初期から変わったところとして、ネット弾の重量ですね。こちらがもともと1個について 0.2 だったんですが、こちらが2になってます。なので今重量40ですね。重量が上がったということになります。あともう1点が耐久値に関しても、耐久値の消費が初期のものよりも 2.5 倍増えております。今いろいろちょっと試してたんで耐久値もだいぶ少ないことになってますが、このように発砲ランチャーの耐久値が減りやすくなってます。割とチート武器ではあるので、そういったところで調整されたものになっているかと思います。ざっとしたところではありますが、ネット弾のご紹介となります。続いてですね、作っていくトラップに関して、実際は眠らしてからにはなるので、ここに合わせてなんですが、拘束時間1分の間で解説しながら作るっていうのもですね、細かいところまで詳しく案内ができないと思うので、実際実践した時にもですね、簡単にご紹介はさせていただくんですが、一応考え方というか、恐竜に合わせて作る部分もあるので、そこを先にご紹介だけさせていただこうかと思います。今回、石で作ることにはなるんですけども、おおむねこちら木のボードっていうのがあります。こちらで囲っていただいてもですね、基本的にメガテリとかそれぐらいのものですね。大体のものに関しては、おそらく木のボードを壊す前にですね、混水することができるかと思います。簡単に3つ4つぐらいで囲んでいただいてゲームするっていうこともできます。ただ今回ご紹介するものに関してはそんなにコスト大きくならないものではあるので、石でやっていただいた方が確実性は上がります。もちろんメイウィングであったりとか建材に攻撃してこないタイプのものに関してはもちろん木で作っていただいたりとかでも可能です。今回はちょっと統一して石でしますね。主に使うものとしてなんですが、こちらの恒例の支柱をメインに使っていくことになります。ここに関しては混水させたとして支柱で囲っていただくんですが、詳しくは後ほど実践の時にご紹介しますが、恐竜に合わせて1段で大丈夫なものもあれば、基本的には2段になると思います。これを2つ並べていただくというところになるんですが、ここはサイズによって距離感合わせていただければと思います。基本的には1ブロックであったり2ブロックですね、置いていただければ大丈夫です。注意必要なのが、あまり近すぎると起きた時にですね、浮いてしまって上から抜けてしまうっていうことがあるので、ご注意いただければと思います。ヘリジノとか割と超えれるタイプのものは3段。あと、この間のスペース空くものに関しては、このように扉枠ですね。であったり、もしくはこのように柵で置いていただければ、間抜けれないようになるので、考え方としては、以前お伝えしております、万能型の1マストラップの考え方と同じイメージで捉えていただければと思います。これを恐竜によってこういった形で2つですね、置いていただくパターンと、サイズによって三角で置いていただいたりとか、普通に四角ですね、距離感に合わせて四角で置いていただいたりとかですね、高さつけてっていう形で置いていただければと思います。この形でほぼほぼ捉えることができます。もちろん柱とかで置いていただいてもいいんですが、支柱の場合結構寝ててもですね、判定の問題か置けたりします。重なってですね、後ほど実践の時にお伝えしますが、ある意味寝た体勢を気にせずに捉える形を作れるという面があります。その分ちょっと近すぎて浮いてしまうっていうことも場合によってはあるので、そこだけご注意いただければと思います。飛行生物に関してはですね、このままだと上から飛んでしまうので、この状態、以前にもお伝えしておりますが、支柱だけであれば土台判定がない状態になるので、天井を置くことができません。ただ、ここにですね、支柱にこの柱をスナップしていただければ、土台判定が支柱にも生まれまして、正確には柱の土台判定になるんですが、天井が置けるようになります。この状態で上から下ろせばですね、この形で捉えるということができます。あとはその恐竜サイズに合わせて4つであったりとか、全部囲ったり2個だけだったり、あと袋とかだと1マスで囲うようにしていただければ捉えることができます。
クロウとかプテラ、ここ抜けれちゃうんでね。あと、ラベジャーとかジャンプするものに関しても、この1マスタイプの方ですね。この状態で柱スナップして、壁を置いて、天井を置いて、実際壁で囲っていただければ、フクロウであったり、ラベジャーですね。もう捉えることができますし、小型生物ですね。などは、この形で捉えることができます。一応、おおむね、設置場所にもよるんですが、干渉せずに置けるかと思います。干渉する場合は支柱で囲っていただければと思いますので、ご活用いただければと思います。一応基本的な考え方はこういった形になります。ではですね、実際にやりながらですね、ご紹介していこうかと思います。ちょっと2匹ほど特殊なものがあるんですが、後ほどご紹介させていただきます。まずは一般的な陸上タイプのものに対して、今回はリクエスト特にいただいていたネガテリを題材にご紹介していこうかと思います。ということで、こういう形でメガテリですね。こちらを捉えていただいて、このように寝ていただきます。この状態から支柱だと体、障害にならないですね。通常、柱とかだと重なった部分、障害物として判定が出てしまうので、支柱を使っていただいた方が起きやすいということになります。メガテリですね。こちらも起きるのがここなんで、足に合うぐらいですね、を置いていただきます。もう1個ワンブロック分ぐらい。ちょうどこの手足のあたりですね、に置いていただきます。これを2段ですね。で、置いていただくと。この状態であれば、このようにして、メガテリであれば、これだけで抜けないということになります。ここの感覚は割と体の大きさに合わせてというところと、あと注意していただかないといけないのが起きる場所ですね。この軸がどこにあるかなんで、例えば寝ている体勢になっているので、起きた時に半マスとかだと浮いてですね、入ってしまう場合があります。なので、そこはご注意いただければと思います。基本的にうまくはめていただければ、このように抜けれないということになりますんで、クマちゃんも同じような感じですね。起きるところだけちょっとご注意いただければいいです。心配な場合は三角形で囲ったりとかしていただいて置いていただければより確実かと思います。ちょっとこの2個パターンですね。に関しては感覚が結構重要になってくるのでご注意いただければと思います。割と心配な場合はこういう感じで綺麗に4つですね。ちょっと大きめに囲っていただければこういう感じですね。の2段ですね。で、囲っていただければ確実かと思います。こういう感じですね。結構自由に置ける分、スナップさせてではないので、結構斜めになってたりとかでですね、うまく最小限に抑えようと思うと、うまくはまれなかったり、起きた時の軸がどこにあるかっていうのが分かってないとちょっと難しいかもしれないので、慣れるまではこの形で大きめに取っていただいた方がいいかもしれないです。この間抜けない程度にですね、メガテリに関しては以上です。続いて飛行生物のパターンですね。今回は雪フクロウくんですね。まずは捉えまして、注意いただきたいのが、支柱を置くんですけど、支柱は置けるんですね。ただ、次の壁がこのように近すぎると置けなかったりするので、そんなにシビアに考えなくていいので、ちょっと離れたところに置いていただいて、壁を置いていただきます。先ほどご案内した通り、柱ですね、をスナップさせて、1個離れたところでも大丈夫なので、天井を置いていただいて、あとは上から、このように垂らしていただくという形ですね。これで囲えるので、雪フクロウくん、これで抜けることはできません。扉枠なんで、通常通りですね、打っていただければ眠らせることができます。この子はちょっとうるさいんで寝ていただく。はい、こんな感じですね。このように柱ですね、スナップさえしていればいいので、ぴったしくっついてなくても、この状態ですね、一マス離れた状態でも土台判定を取ることができます。この形、ラベジャーでも捉えれますんでね。寝てるところと本来の体の判定が違ったりするんで、こういう形でいけてるんですね。ここだけちょっとですね、距離によってどこに体があるのかっていうところをちょっと覚える必要は出てくるかと思います。最初は先ほどご案内した通りですね、大きめに取っていただいてもいいかと思いますので、ご活用いただければと思います。壁を置くときはさっきみたいにですね、この置ける置けないで元の体の位置がわかるので、こういう形で置いていただければと思います。
では、続いてですね、ご要望にあったメイウィング、一番用途的に使われるかと思うんですが、メイウィングの場合、どうしてもレアフラワーとかで誘導するので、他のヘイトがこっちに来てくれるタイプのものですね。中立であったり、攻撃してくれるタイプのものよりは、誘導が難しいという部分があります。特に周りに他の恐竜がいると結構いろいろ寄ってきてしまう部分もあるので、かなり有効的に活用いただけるものになります。ということで実際やっていきますね。メイウィングちゃんですね。捉えていただいて、支柱ですね。メイウィングの場合はこの足の付け根のあたりですね。置いていただいて、2段ですね。壁を置いていただく。柱ですね。置いていただくと天井が置けるようになるので、この上でここに置いていただくと。一応この形でも捉えれるんですが、場合によってですね、ここだと多分大丈夫、平らなところだと大丈夫なんですが、場合によっては斜めになってて、ここが抜けれるサイズになっている場合がたまにあります。地形によってですね。その場合はこのように下まで置いていただければ抜けれない形になりますので、ここは地形に合わせてご対応いただければと思います。支柱を置いてもいいですしね。アルゲンの場合は、こう、1マス完全に空いていると抜けれてしまうので、両扉枠でもいいんですが、囲っていただければ抜けれないということになります。壁1枚分で抜けられる抜けられないがあるんで、そこに関しては傾斜の部分がどうしても出てしまうので、下まで囲っといていただいた方が確実です。あと一応メイウィングの場合ですね、木のボード三角でも、一応囲うことはできるんですけど、あんまり抜けれないんですが、うまいことをジャンプされると抜ける場合があるので、こっちの方が安全かと思います。以上ですね。おおむねこの形のもので大体の恐竜、囲うところの量ですね、や幅とかで変わってくるんですが、捉えることができます。ちっこいやつとかはですね、柵で囲ったりとかも必要なんですが、ボーラで捉えれる部分も出てくると思うので、ネット弾使う必要がないものもあるとは思うんですけど、ご活用いただければと思います。では続きまして、こちらの基本パターンで捉えれない生物が2種類います。まず1種類目が、こちら、ケツですね。捉えちゃいます。ちょっと近いかもしれない。こちらで、ケツの場合体がでかいんで、結構置けるところが限られてくるんですね。まず奥の方ですね。この手前置けなくなるギリギリのところに置いていただきます。で、手前にもギリギリのところですね。置いていただきます。まっすぐですね。斜めになってると抜けれたりするのでご注意ください。一応ケツの場合ですね、ここに判定があるので、こっちに寝てるように見えるんですけど、こういう状態で捉えることができます。斜めになってるとちょっと抜けられたりする場合あるんで、ご注意いただきまして、2枚で捉えることができます。基本的には置けるようになる幅になってるので、まっすぐですね、さっきのように後ろから置いていただければ、基本的に捉えることができます。もちろん心配の場合は4つで囲っていただいてもいいんですが、恐竜も2つですね。で、捉えていただくことができます。最後ですね、こちら、カルキノスくんですね。に関してなんですが、まず、アングル枯れなんで、もう捉えちゃいますね。この状態で、カルキノスくんの場合は、透析機が必要なんですが、このギリギリのところに置いていただきます。で、弾薬。これはあらかじめ作っといていただければと思うので、乗ります。この状態で、この距離、名前が見えていることが重要です。この状態で打ち込みます。寝てるので、直接打ち込めるんですけど、気絶してるモーションがないので、気絶しましたね。ここで気絶って入った場合はもう終了です。これですね、得点的にいくと、だいたい回収ができるので、こまめに5発とか10発とかですね、打ち込んで回収していただければ回収できます。今解説でちょっと時間使ったので、あれなんですが、5発とか打って、一旦回収してもう一回置き直すっていうこともできるので、この状態で置いていただければ、何のトラップも不要ですし、誘導も不要です。はい。ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ネット弾を使
使ったトラップの紹介ですね。どうしても1分間なので、高レベルとかですと、昏睡するまでに高速が解けてしまう。30秒置かないといけないので、どうしても追っかけ合いに最終的になってしまうということもあるので、こちら、恐竜によってですね、ちょっと形変えていく部分はあると思うんですが、同じ発想で、ケツとこのカルキノス以外に関してはですね、最初にお伝えしたパターンですね、支柱とそれに付随して壁とかでですね、囲っていただければ、基本的に扉枠でいいと思います。打てなくなるんでね、置いていただければ捉えることができます。もちろん地上タイプであれば柵で囲うだけで抜けれなくできますんで、あとは恐竜に合わせて2段なのか3段なのか1段なのかなので合わせていただければ、このネット弾が効く恐竜に関してはほぼ全てですね、捉えることができます。ただ一部ですね、ネット弾で捉えれるんですが、動けるものですね、攻撃はしてこないんですが動くことだけはできるなどの生物もいますので、その辺ですね、特に昏睡テイムではないものたちではあるので、気にせずですね、ご活用いただければと思います。では本日は以上となります。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。